はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント欄いただいている方、誠にありがとうございます。今回なんですけども、お相手があなたに求める関係というテーマでやっていきたいと思います。それでは赤、青、黄色のうち、一つお選びください。開始時刻に関しましては、コメント欄、概要欄の方に書いてありますので、そちらの方をご覧いただければなと思います。それでは、じっくり考えてお選びください。はい、それでは赤を選んだ方のお相手があなたに求める関係、というものをリーディングしていきたいと思います。目線はですね、お相手目線で、いきたいと思います。お相手の今の状況、心境を過去、現在から見ていって、今後の展開、あなたとの関係性であったりとかを見ていきたいと思います。それではまず真ん中のお相手の状況、心境、それに至る原因についてお話ししていきたいと思います。はい、あなたに求める関係、ザさん、非常にあなたに対して前向きな、関係、そしてすごくオープンなものを求めているのかなという気持ちになっております。それは今もあなたとすごく、周りから見て非常に、共通の知り合いが多いような、周りから見てもなんていうんですかね、オープンになっている関係、これを継続していきたいという気持ちがあります。で、その中でそういう気持ちとなっているのは、よりあなたと一緒にいることによって非常に物事がうまくいく。そして、力もみなぎってくるし、テンション、モチベーションも上がる。非常にお相手にとって、あなたの存在が活力になり、いい方向に向かっている、そういうふうな感じがするので、あなたとの関係っていうのを今後もより一層オープンに、そして、深くしていきたいというふうな気持ちなのかなというふうに思います。次、潜在意識を見ていきたいと思います。ナイト・オブ・ソード。これね、見ていただくと、あなたに対してしっかり向かっていく、ナイトのカード出てるんですね。はい。それが、感情的だけでなく、しっかりと物事の筋道を考えて、合理的にあなたとの関係というものが、自分にとって必要だというふうに考えているふうに見えますね。ですので、お相手は周りの、あなたとの共通の友人に対しても、あなたとの関係というものの必要性であったりとか、今後について、相談であったりとか、そういう話をされている。で非常にですので、非常に、あなたに対して前向きで、今後一緒にいたいっていう気持ちっていうのが、現れているのかなというふうに思います。はい。続きまして、深層心理。はい。こちらもね、ナイトのカードが、潜在意識と深層心理に、出ているんですが、こちら感情を表すカード。非常に表面的には冷静に考えつつも、深層心理は、ものすごく気持ちとして強い。あなたへの、その純粋な、ピュアに好きだという気持ちというものを抱いているので、非常にあなたも、これは、お相手からの優しさであったりとか、そういったものをすごく感じられるようになっているのかなというふうに思いますね。だからナイトが出てるっていうのは、今の現状のあなたとお相手の関係性っていうのは比較的良好に見えるのかなというふうに思います。はい。それでは次、過去の部分を見ていきたいと思います。はい。おそらく、お相手の方は、非常にあなたにっていう存在が、大事なものとして捉えている。自分の中の、大事なものが、もう本当に一つ、二つ、三つほど、選べって言ったら、もう確実にあなたが入っていくように、もう優先順位がかなり高い位置にあなたがいるのかなというところ。それが、先ほども言った通り、あなたと一緒にいることがより相手にとって
より良い人生になるっていうふうに考えているので、非常にね、かなりの前向きな、ものとして捉えているというふうに思います。ここまででまとめると、お相手があなたに求める関係というところで言うと、非常にあなたという存在が、お相手を前向きにするので、関わる人、すべてにも、あなたという存在をオープンにし、これからも大事にしていきたいという気持ちっていうのが明確に出ているのかなというふうに思います。はい、続きまして、お相手の、この近未来の状況に関して見ていきたいと思います。はい。このカードは少し悲しい気持ちやネガティブを表す意味なんですけども、この逆位置であったり、その文脈で見ますと、非常にこれは、心配という意味も強いのかなというふうに思います。それは、あなたのことが大事だから、あなたがうまく一緒にいて、幸せになれるかどうかという不安な部分で、心配してくれているっていうのが出ているので、悲しいというよりはあなたをすごく考えてくれている、そういった未来が、明確に、現れているのかなと思います。はい。それでは次は、お相手とあなたの周辺環境やお相手の立場、状況っていうのを見ていきたいと思います。はい、ザ・ラバーズ、ページオブカップ。これはね、ザ・ラバーズが出ているんですが、お相手とあなたの関係というもの自体は、良好なんですが、周りが少しちょっと邪魔をするというか、お二人の中の壁になるような、そういった状況っていうものが出てくるのかなというふうに思います。それによって少し気が、冷めたりとか、あなたの心というものが、お相手に向かなくなってしまったりとか、そういったものが生じる可能性があります。じゃあそれは何なのかというと、ページオブカップ、要は、お相手があなたに対してピュアすぎるがゆえに、ピュアというか、真面目に捉えているがゆえに、少し優柔不断になってしまう部分なのかなと。それは優柔不断になることによって、結構周りの意見をね、聞いてしまったりとか、あなたの幸せをもちろん考えているんですが、周りの意見を聞き入れることによって、なかなか踏み出せない、決断できない、そういう可能性っていうものが、生じてくるというのが、カードが示しているのかなと思います。はい。で、最後に結論。そのお相手のあなたに対する願望を見ていきたいと思います。やはり結論で言うと、キングオブソードの逆位置なので、お相手が、なかなかやはり結論を出すとか、今後どうするかというものを、なかなか決められないというふうなものは出ている。もうその決断するための材料であったりとか、もう良好な、関係性、計画性っていうのが出ているのが、最後の一歩っていうのが、お相手にとって踏み出せない。それをこちら見ていただく。あなたの、対する、やっぱり自己犠牲の部分が結構大きいというふうに、思える。これは自己犠牲というと悪い風なイメージになるんですが、それはあなたのことを思いすぎて尽くしすぎる。これによってやはり大きな体力だったりとか気持ちの消耗度合い、これが辛くなってくることもあるので、それによってなかなか判断できないというふうに思われますね。なので、ここまででまとめますと、あなたとの気持ち、あなたに対する気持ちは非常に強く、今後もオープンに、一緒にいたいという気持ちはあります。ですが、あなたに対するその心配する気持ちが非常に強く、周りから、障壁となるような状況が出てくるため、少し優柔不断になってしまう。で、最後の決断というものがなかなかできない、そういった状況が出てくるのかなというふうに思います。ですので、あなた自身が結構お相手をね、頼りにしすぎちゃう部分ももちろんあります。それで、頼れる部分はもちろん頼ってもいいんですが、頼りすぎてしまうと、限界を迎えてしまう、いっぱいいっぱいになってしまう
可能性があるので、どこか背中を押してあげるとか支えてあげる、こういう意識というものがあると、相手は安心して決断ができるという意識になるのかなというふうに思います。赤を選んだ方は非常に、お二人の関係は良好ですし、今後も良好になっていきます。アドバイスをするんであれば、お相手が全てをね、あなたのためのことをしすぎてしまって、いっぱいいっぱいになってしまうので、そこを少し察してあげて、フォローしてあげる、サポートしてあげる、こういう意識があるとね、よりね、いい方向に進むのかなというふうに思います。はい。それでは赤の解説を終わりにします。はい。それでは青を選んだ方のお相手があなたに求める鑑定を占っていきたいと思います。それでは、こちら、お相手目線でのリーディングになります。そして、お相手の心境、状況、を過去、現在の方から見ていって、お相手とのあなたの今後の展開、だったりを見ていきたいと思います。それでは、まずですね、お相手の状況、心境の方から見ていきたいと思います。今ですね、お相手は、何か制限されているような、状況なのかなというふうに思います。それは、もちろん行動もあるんですけども、あなたとの、要は、距離的だったりとか、時間的にあまり接触できない、会うことができなかったりとか、そういうものがあるのかなというふうに思います。ですので、非常にストレスというよりは、プレッシャーに感じて、すごくあなたを思う、心配する気持ちは、あるのかなというふうに思います。で、こちらのその要因となっている部分なんですが、なかなかお会いできないような状況にもかかわらず、しっかり献身的にあなたとの関係性を継続するように、すごく思いを持って、いるのかなというふうに思います。ですから、あまりね、そのことを行動であったりとか、すごく言葉だったりとかに表立って出すわけではないんですが、非常に愛情のこもった、思いというものが、あるのかなというふうに思います。なので、お会いできなかったりとか、お時間だったりとか、距離的なもので会えなくて、よりね、お相手のあなたに対する、深い愛というものは、よりね、深くなっていくのかなというふうに思っております。はい。潜在意識見ます。ザ・マジシャン。これは何かを積極的に始めるという意味を表しております。で、あなたとの関係性というものをより、促進していこう。もうすでに関係としてね、お付き合いであったりとか、ご結婚だったりとか、もしされてるんであれば、よりね、何か、お二人の中でもっとプラスになるような、前に進めるようなことっていうものを考えつつあるのかなというふうに思います。ですので、非常にここのカードが顕在意識に出ているので、前向きな、気持ちというものを持っているのかなというふうに思います。続きまして、深層心理。これは、先ほどのね、真ん中に出たソードのカードに非常に似ているんですね。これは確かにカード自体のイメージはあまり良くないように見えますが、この状況に対する、不満であったりとかがあるだけで、あなたに対しての不安だったりとかはないんですね。ですので、今のそういったなかなかお会いできない関係っていうのを今すぐにでも変えたいという意味が現れています。ですので、これ逆位置に出てるので、今の状況から、良くない状況から、変えていこう。良くないっていうのは、なかなか会えなかったりとかっていう状況ですね。を変えていこうっていう意識が非常に強いので、これに今後ね、非常に良くなる期待はできるのかなというふうに思います。過去も出ます。これもね、やはり過去の部分で見たときに、もう何度も言うんですが、距離的だったりとか、時間的に会えなくなるような、ことがあり、それに対してひどく悲しんでいる様子。これ何度もちょっと言っちゃってるんで、あれなんですけども、そういった辛い状況が過去にありましたよっていうところがあります。で、ここまででまとめますと、あなたとの関係というのは、距離
時間的な、制約によりなかなか、お会いできなかったりとか接触できなかったり、というのはあるのですが、お相手のあなたに対する気持ちというのは、献身的で継続的にありますと。で、今後何らかの発展というものを考えていますというところにあります。ですので、ここまででのお相手があなたに求める関係というものは非常に、離れていたとしても一緒にいたい、そして今後もね、しっかり考えられる存在に、なってほしいという気持ちなのかなというふうに思います。はい。それでは今後のお相手との近未来に関して見ていきたいと思います。はい。ここで少しちょっと注意しなきゃいけないことになっております。それは、どこか相手に頼りすぎてしまう部分が出てきてしまうかなというところ。要はこのカード自体、対等にパートナーシップという形で、考えるカードなんですけども、逆位置に出ているので、その相手がしっかり頼りになるからこそ、あなたがそれに全てお願いしてしまいすぎちゃったりとか、負担にかけすぎてしまう、そういった、ことが今後、出てくるのかなというところ。これは先ほど言った今後、発展させる中でのいろいろな手続きだったりとか、そういう、作業だったりとか、そういったものであったりとかをお相手に負担させてしまうことによって、よりちょっとね、お相手をちょっと気遣うポイントっていうのを用意しておいた方が、いいのかなというふうには思います。はい、次が、お相手とあなたの周辺環境とお相手の今後の立場、状況に関してお話ししていきたいと思います。ザ・フール。あなたとお相手の中以外の、周りの方があまりあなたと2人の関係を計画だって、考えていないと。あまり要はお二人の今後っていうのを周りの人は、祝福してくれないってわけではないんですけども、あまり、未来を明確に捉えていないっていう部分があるのかなというふうに思います。それによってお相手は少しちょっと、プレッシャーに感じたりとか、ちょっと前に進めるのやめようかなって躊躇しちゃう部分があるんですね。ですが、その時に注意していただきたいのは、別に反対してるわけではないです、周りの人は。あまり興味がなかったりとか、なんか関心がなかったりとか、無計画なだけですので、正直お相手とあなたの中で納得いくものがお話し合いできているんであれば、それはもう本当無視できるレベルのものなのかなというふうに思います。ですので、変に周りの意識だったりとかを聞きすぎて、うまくいかなくなるっていう可能性はもう気にしなくていい。もう自分たちの2人の中で話し合えているかどうか、これが、今後のね、重要な、ポイントとなってくるのかなというふうに思います。はい。では最後結論とその願望になります。やはり結論に出てるのは、今言ったその周りのサポートが少しないんじゃないかなという不安がやや表面化することが出てきております。ですがね、もう先ほども言った通り、それはあなたとお相手の中で完結して、満足いくものであれば、非常に取るに足らないこと、ですので、あまり気にする必要はないですと。このカードがね、結論出てるから、ちょっと私たちうまくいかないんじゃないかなと、不安になる方いるかと思うんですけど、全然問題ないです。で、かつ、ここの願望に出てる、カード、皇后のカードが出ているんですけども、これはね、周りが、筋を通して常識的にこうだろうとか、これは違うだろうとか、一般論であったりとか、その人の考えを押し付けてくることがあるんですね。必ずしもそれが正しいわけではないんですけども、そういった押し付けに対して非常にプレッシャーに感じることはあると思います。ですが、2人の中で納得いく結論が出てるんであれば、それはもう関係ないです。なので、安心して、前に進んでいただければなというふうに思います。はい。最後、まとめとアドバイス。あなたとの関係が非常に、
時間的だったりとか距離的に離れているものがありますが、非常に献身的に継続的にあなたのことを考えてくれて、今後も前に進めようという気持ちになっております。ですが、そういうところに頼り切ってしまうあなたが今後の注意するポイント、または周りの無計画であったりとか、あまり考えないような発言によって非常にプレッシャーに感じるかと思いますが、正直それはただ押し付けてるだけですので、あまり気にしない方がいいのかなと。しっかりそれを、聞くは聞いても自分たちの意識、結論が出てるんであれば、そちらの方にしっかり、歩んでいただければなと。そうするとね、お二人とあなたとお相手の今後の関係っていうのはよりね、良くなるのかなと思います。はい。以上で青の鑑定を終わりにします。はい。それでは黄色を選んだ方のお相手があなたに求める関係、をリーディングしていきたいと思います。目線はお相手目線で、お相手の状況、心境、過去、現在から見ていって、今後のあなたとの展開というものを占っていきたいと思います。それではお相手の状況、その要因となるものをお話ししていきたいと思います。まずあなたに求める関係、予定調和ですね。あなたとの、関係というものは今ある状況の、から、延長線上に、動いていってほしいという気持ち、なので非常に今の状況っていうものに非常に安心感だったりとか納得感っていうものが、感じられているというところがあるのかなと思います。ですのでそれをあまりずらすことであったりとか不満に感じてしまうことっていうのがあまり良くないのかなというふうにも思います。はい、次にその要因となるところとしては、お相手はその状況に非常に安心しきっているため、それをあまり変えないでほしい。自分の都合のいいように、捉えている部分もあるのかな。これは必ずしも悪い意味ではないんですけど、今の状況を変えてしまうと、お相手にとってあまり、都合が良くなかったり、しますので、非常にお二人のこの状況っていうのは維持したいなというふうに考えているのかなというふうに思います。でこれは潜在意識なんですが、非常にあなたとの関係でちょっとストレスに感じるようなことが、いくつかあるのかなと思います。口喧嘩であったりとか物事の、方向性の決め方だったりとか考え方だったりとか性格だったりとか、そういう部分に、少し、合わないなという感じることを、言っている。ですが、先ほども言った通り今の状況から変えるっていうことは、あまり考えていない。ですが少しその合わない部分っていうのはどうすればいいのか、そういうふうな気持ちに、なっているのかなというふうに思います。最後に次に深層心理なんですが、あなたに対する優しさであったりとか思い入れというのは、確かにある部分でもこれは深層心理なのであなたも気づかない部分かもしれません。すごいさりげない優しさであったりとか献身性っていうものはすごくあるのかなというふうに思います。ここまでで見ると非常に今の環境がすごく当たり前になりすぎて非常に逆に不満になっちゃうこと不満になることを口走ってしまったりして、表面的に関係が悪くなってきてしまう。ですが関係性は非常に、深く結ばれているのでなかなか別れづらい、そんな関係なのかなというふうに思います。はい。過去のカードを見ますと、これエース・オブ・ペンタクルですね。エース・オブ・ペンタクルっていうのはお金を表すんですね。お二人の中で今のポイントとなっているのはお金を稼ぐこと。これをしっかりやらないとうまくいかないんじゃないかなっていう不安を抱いている、そういうふうに思います。
ですので、ここまででまとめますと、お二人の関係性っていうのは、離れづらいような、すごく非常に深い関係性なのかなというふうに思う一方で、お金に関する悩みというものがあり、なかなか解決し得ない、そういったプレッシャーに感じている部分がある。これを解決しないとなかなかお互いのストレスというものが解消し得ない、そんな感じなのかなというふうにも思います。続きまして、近未来についてお話ししていきたいと思います。お相手とあなたとの関係の中で、近いうちに決断であったりとか何かを判断するようなこと、決め事というものが出てくるのかなというふうに出ています。ですが、逆位置に、今出ているように、それを迷う可能性というものが出てきてしまうというふうに見て取れます。これ何なんでしょうね。ちょっとじゃあ深く見ていきましょう。ではお相手のとあなたの周辺環境とあなたのお相手の立場状況というのを見ていきたいと思います。お相手とあなたの関係の中で少し孤立してしまうようなところというものが出ているのかなというふうに思います。それによって、お相手はすごく寂しく感じてしまい、なかなか、心を開くことができないような状況になってくるのかなというふうに、思いますね。これね、やはり最初の方でお話しした通り、お金に関することっていうところが、お相手とあなたの中で結構大きなポイントとなってしまっていて、それをね、しっかり解決することが、できないとなかなか前に進めない、そういうふうなところで結構ね、一人で考えがち、になってしまっているのかなというふうにも思います。で、次に、結論とそれに至る願望ですね、見ていきたいと思います。やはりね、なかなかお相手にとってあなたの関係っていうのは少し、プレッシャーに感じてしまう部分があるのかな。ですが、すごく居心地の良さというものはあるというのが、出ております。というのは、あなたを幸せにするために、やはりまだまだ頼りがいがなかったりとか、力がなかったなっていうふうに感じている部分があるので、それをね、前向きに進めていくには、ちょっと不安に感じている、そういうふうに思いますね。はい、最後にまとめとアドバイスを見ていきたいと思います。お相手はあなたとの関係っていうのはすごく居心地の良さを感じている一方で、それをね、なかなか崩すことをしてしまうと、すごくイライラしてしまったりとかに感じてしまいます。かつ、お金に関するね、ちょっとトラブルじゃないですけど、問題。これをね、しっかり解決しないと、解決するためのその判断っていうのがなかなか、つかない。それによって、結構孤立化していて、自分の判断ができなくなってしまうよと。あなたとの関係というものに対しては、悪くないし、すごくいいものとして捉えているんですが、継続的に一緒にいるために、男らしくというか責任を持ってやっていけるかというところに不安を感じている、そういうような状況なのかなというふうに思います。で、アドバイスをするんであれば、非常にね、あなたという存在がね、すごく支えられているものなのかなというところがあります。ですので、仮にね、お金、経済的な部分で少し悩んでたとしても、比較的ね、あなたとお相手、でしたら乗り越えられるのかなというふうには思います。ですがね、突き放してしまったりとか、お相手に任せっきりになってしまう、そういう状況になってしまうと、なかなか前に進めない可能性っていうのがあるので、ここはね、すごく注意していただければなというふうに思います。はい、それでは黄色を選んだ方の、お相手があなたに求める関係の占いを終わりにします。参考になった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。